ちは、ハットポーラーベアです。サッカーでまっすぐ蹴ったように見えるのに、ゴール前でグイッと曲がるシュート、見たことありませんか？あれ、気合でも魔法でもないんです。犯人は空気。今日はボールを曲げる正体、マグナス効果とキーパー泣かせの無回転シュートの謎をまとめて解いていきます。まず、ボールが飛ぶと前から空気を受けます。これが空気抵抗。空気がボールを後ろへ押し戻すので、ボールは飛ぶうちに少しずつスピードを失っていきます。ボールは蹴られた瞬間からずっと空気と戦っているわけですね。ここにボールの回転が加わると話が面白くなります。回転するボールは周りの空気をちょっと引きずるんです。例えば横回転している時、片側では回転と空気の流れが同じ向き、反対側ではぶつかる向きになる。すると左右で空気の流れ方に差ができて、ボールには横向きの力がかかる。結果、飛ぶ方向がぐいっと曲がる。これがマグナス効果です。サッカーのカーブシュート、野球の変化球、テニスや卓球のトップスピン。全部この仲間です。回転するボールは空気の力を味方につけて曲がっているんですね。じゃあ、無回転シュートはどうでしょう？名前の通り、回転がとても少ないシュート。回転が少ないなら、マグナス効果も弱い。つまり、カーブのように綺麗には曲がらないはずです。なのになぜあんなに揺れるのか。鍵は、ボールの後ろにできる空気の乱れです。ボールが飛ぶと、背後に乱れた空気の渦ができます。回転しているボールだと、この渦は比較的揃いやすい。でも、回転が少ないと、後ろの渦が不安定で、暴れん坊になるんです。右に押されたと思ったら、次は左。浮いたと思ったら、急に落ちる。空気から受ける力の向きが小刻みに変わるから、ボールがゆらゆら不規則に動いて見える。これが、キーパーが無回転シュートを取りにくい理由です。まとめです。今回のポイントを整理します。回転するボールは空気の力を使ってきれいに曲がる。これがマグナス効果。回転しないボールは後ろの空気の乱れに振り回されてブレる。同じボールでも回転があるかないかで空気との付き合い方がまるで変わるんです。サッカーのシュートは足の力だけで決まるわけじゃない。ボールの回転、空気の流れ、そしてほんの少しの物理、ゴール前のあの一瞬には小さな科学が詰まっているんです。それではまた。